トレーナーがロマサガ2リメイクの 30% オフセールに乗じて買おうかどうか悩んでいたのでそれよりも最大 75% オフのセガのサマーセールをおすすめするものの鋼の意志を発動されて苦戦する里のダイヤモンド。トレーナーさん、なんだか深刻なお顔してますね。いやー、ちょっとね。実はゲームのセールを見てたんだ。ゲームのセールですか？そうなんだよ。ロマサガ2のリメイクが 30% オフになっててさ。ロマサガ2。皇帝さんが世代を超えて戦う RPG ですね。お、ダイヤプレイしたことあるの？スクエニ作品なのに。いえ、ありません。ないのに知ってるの？愚問ですよトレーナーさん。レースだって同じレースの出走者についてあらかじめデータを集めるでしょう？それと同じです。なんかすごい戦う姿勢だな。それにしてもトレーナーさんの表情。え？すでにもう懐かしさに浸ってませんか？昔プレイしたことあるゲームだしね。ひらめきシステムとかも面白いシステムだよ。でもひらめき難度とか派生とかもちゃんと理解してなかったから喝殺重心症とかは習得できなかったっけ。けど知識を得てロマサガ3ではアスラ道場とかサガフロ2のランドアーチンみたいなデュエルとかで技のコンプリートとかもしたっけ。すみません。そういうところまでは把握しきれてないんですが。トレーナーさん、ものすごく語ってますね。ごめん、つい懐かしくてね。トレーナーさん。もしかして、もう気持ちは買うで決まってませんか？確かに気持ちはもう7割くらい固まってるけど 30% オフってちょっと中途半端でね。そんなトレーナーさんにちょっと相談なんですが。何かな？それ、私じゃダメですか？はいけない、間違えちゃった。どういうことかな？実は今セガのゲームと子会社であるアトラスのゲームのセールが8月13日まで開催中なんですよ。つまりスクエニのゲームじゃなくてセガのゲームじゃダメかってこと？それも最大 75% オフですよ。すごくないですか？ 75% はすごいな。でしょう？これがセガの器の大きさなんです。ブレイドアーカスリベリオンフロムシャイニングは 75% オフで1647円ですよ。おう、それはすごい。そして他の作品もかなりお得なんです。ソニックフォースが 70% オフで986円。ソニックマニアプラスは 61% オフで986円。ペルソナ3ポータブルとペルソナ4ザ・ゴールデンはともに 40% オフで1188円。どうです？ワンコインランチみたいなものですよ。ワンコインとは？他にもペルソナ5シリーズや優雅如くシリーズもお買い得です。これはもうこの機会に身も心もセガに捧げるしかないセガ。取ってつけたような語尾やめたら？でもまあセガも攻めてるのは分かったよ。攻めてますよ、全力で。それでトレーナーさんはこのセールの中でどれが気になります？やっぱりロマサガ2かな。鋼の意志。トレーナーさん、セガじゃダメなんですか？ダメというかなんというか。実際ロマサガ2は名作です。それは認めましょう。でもセガのゲームもすっごく面白いんです。それが今サマーセール中ですよ。今買わずしていつ買うんです。セール内容は魅力的だけどさ。はい。プレイしたことないし。プレイしたことないからこそ楽しめるんじゃないですか？まあそれはそうなんだけど。なんですか？リメイク作品ってのはさ、昔との違いを楽しめるっていうか、この演出変わってるとかそういう発見があるのがたまらないんだよ。そうきましたか。しかも音楽がね、もう最高なのよ。伊藤健二さんでしたっけ？そう、伊藤健サウンドはいいぞ。わかります。セガの作品にも携わっていらっしゃいますから。クジンシーとの戦いとかシチュエーユーバトルとかいいよね。あれイントロ聞いただけで全身の血がブワーって沸騰するんだよ。沸騰。つまりアークダンスフェスで流れるレアドロコイコイみたいなものですね。多分違うかな。戦闘前の会話シーンから流れ始めるクジンシーとの戦いとかテンション爆上がりだからね。シチュエーユーバトルも中盤から入ってくるメロディーラインが来たぞって感じでテンションがクライマックスに達するの。え？ちょっとダイヤ、サガ2のアポロン戦じゃあるまいしって突っ込んでくれないと。すいません。来たぞの部分か。さすがにその突っ込みをダイヤちゃんに期待するのは無理があるよ。この根っからのスクエニ信者をセガに染めるのは無理だよダイヤちゃん。
やっぱり音楽って記憶に残るじゃん。プレイしてた時の感情が BGM 一つで一瞬で蘇るんだよ。記憶のフラッシュバックですか？そうそう。それがリメイクでアレンジされて帰ってくるってだけで泣けるよ。セガのゲームにも名曲いっぱいありますよ。もちろんわかってるよ。ペルソナの音楽はすごくいいって話を聞くし。バーンマイドレッドとかウェイクアップ、ゲットアップ、ゲットアウトゼアとか。ちゃんと調べてくれてるんですね。そりゃダイヤがあれだけ押してくるんだもん。じゃあセガのセール作品から選びませんか？一緒にプレイできるのもありますし。まあペルソナも気になってはいる。本当ですか？嬉しいです。ペルソナの良さが伝わったんですね。音楽もかっこいいし雰囲気も良さそうだよね。さすがはトレーナーさん、物事の本質というものを理解していますね。ただ、ちょっとおしゃれすぎるかなって。え？別に悪いとは言ってないよ。でも同じセガの曲ならバーニングハーツ、炎のエンジェルとかの方が俺の好みかな。三吉のおじさまの曲ですね。いいよねバーニングレンジャー。なんかこう魂が揺さぶられる感じ？色褪せない名曲だよ。おしゃれの何が悪いんですか？だから悪くはないってば。でも俺にはちょっと都会すぎる気がしてね。都会すぎるって。やっぱり俺は封印の地に引きこもってる田舎七英雄と戦いたいのかもしれない。じゃあメガテンはどうですか？理不尽も戦略も揃ってますし悪魔会話もあるしダークな雰囲気も。でもその路線だったらサガフロ2が記憶に残ってるな。何を言ってもスクエニ作品に戻っちゃう。サガフロ2の潜入、アレクセイ一味のシナリオでさ、潜入メンバーによっては取り返しがつかなくなるんだよ。そんな話があるんですか？うん。可愛い子には旅をさせよじゃないけど俺最初のプレイでうっかりコーデリアを潜入に選んじゃってさ。どうなっちゃうんです？死ぬ。え？死んじゃう、永久離脱。それって。大事に育ててた子が俺のクリック一つで二度と帰ってこなくなるんだ。その一回のミスで人生ごと背負わされるっていうあの世界の厳しさが染みるんだよ。ロマサガ2だったらちょっとしたミスでカンバーランドも滅亡しちゃうし格闘家のメンツも潰れちゃうし。いや、格闘家のメンツはどうでもいいかな。ともかくそれがロマサガ2やサガフロ2の良さなんだよね。プレイヤーに問われる覚悟の重さっていうかさ。つまり私とトレーナーさんの関係ですね。え？だってそうじゃないですか。私ってトレーナーさんの大事な教え子ですよね。それは間違いない。そして私はこのプインクルシリーズをトレーナーさんの指導のもと戦っているわけです。うん。クリック一つでとは言いませんがトレーナーさんの采配で私の未来はどのようにも変わります。つまりトレーナーさんは私を通じてスクエニ作品をプレイしているわけです。いや、その理屈はおかしい。おかしくありません。というわけでスクエニ作品は二度とプレイする必要はなくなりましたね。二度と？だって私はこれからずっとトレーナーさんと一緒ですけど。5本。これからずっと一緒とかそういうのは一旦置いておくとして。はい。ダイヤが色々教えてくれたからさ、セガのセールもちゃんと見てみようと思うんだ。本当ですか？せっかくだしダイヤと一緒に遊べたら楽しいだろうなって。トレーナーさん。別にセガのゲームが嫌いなわけじゃないからね。スクエニとかニンテンドーのゲームがそれ以上に好きなだけで。そこは嘘でもダイヤの方が好きだよって言ってください。ゲーム会社の話をしてたのになぜダイヤが割り込んでくるの？トレーナーさん、無駄口叩かずにどのゲームにするか選んでください。わかりました。よし、決めたよダイヤ。はい、どれにしますか？冷静に考えたらさ、俺も仕事あるしそこまでがっつりと時間を取れるわけじゃないんだよね。ですよね、いつも私のためにお仕事を頑張ってくれていますもんね。だからゲームを買うにしてもちゃんと選ばなきゃなって思ってさ。わかります。RPG は時間もかかりますし計画的に選ばないとですね。そうなるとペルソナみたいな RPG よりもぷよぷよとかの方が手軽でいいですかね。それなんだけど。はい。とりあえずセガのセールは無料体験版だけでいいや。は？なんかロマサガ2だけじゃなくてサガフロ2もセールやってたからその両方で手一杯になりそうだしひとまずそれでいいかなって。そんな馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。